皆さん、こんにちは。東出正弘です。今日はルームツアーをやっていこうかなって思ってます。この部屋にあるのは、机と椅子と、そして寝床くらいです。いつもの通りというか、前回の14平米の部屋からそんなに何も変わっていないんですけど、20平米になって、ちょっと変わったところもあったりもするので、ちょっとその様子とか、新たに入れた家具とかですね、そういうところを紹介できたらいいかなって思ってます。で、最近東出正弘さんの、モノマネの方すごく流行ってて、で、僕もそればっかり見てたら、ちょっとこういう喋り方になっちゃって、で、今日はちょっとどこまでこんな感じでいけるかわかんないんですけど、とにかくこんな感じで、紹介できたらなって思ってます。楽しんでください。はい、それでは、玄関から行こうと思います。早速ですね。まずですね、玄関は、だいたい、普通のこんな感じに段差がないタイプの玄関になってますね。で、一応、前の部屋にはなかったこういう鏡があるので、一応これで、全身の、自分のかっこいいところ、映せるかなって思ってます。で、だいたい一足にしてますね。ルナサンダルを、いつものベアフットのサンダルを履いてます。こんな感じで、シューズクローゼットみたいなのがついてて、で、ここはですね、もう傘と、で、靴ですね。で、これもお馴染みというか、チャンネル見てくださってる方は、もうわかると思うんですけど、アルトラのね、ロンピック。あとは、これビボのプライマストレイルニットですね。で、これも壊れてるんですけど、穴も開いちゃってて、こことかに。でもなんとなくまだ使えるんで、雨の日とか、嵐の日とか、そういう時に、近所ぶらつくのに使ったりしています。やっぱり物はね、最後まで使い切る方が、環境にもいいので。で、傘がちょっとこう置けるように、ここね、自分で段差をちょっと組み替えまして、ちょうどね、シックスムーンデザインの傘がちょうどはまる感じになってるっていうのが、ちょっとした工夫というか、ポイントかなって思ってます。で、下に置いてるのは、マスクとか、もう花粉の季節終わったのであんま使ってないんですけど、玄関にある方が、外に出るときパッて取れて便利かなって思って。あと、これはシューズ用の袋ですね。これもね、もうずっと長く使ってて、チャイっていうね、伝説の、ガールズバンドがいるんですけど、ご存知の方も多いかもしれません。でチャイという、バンドが、解散しちゃったんですけど、好きで、昔よくね、ちょっとマネージャーさんともちょっと知り合いで、ライブとかに行った時に、このシューズ、シューズの本当は袋じゃないと思うんですけど、赤いね、袋もらって、で、これをシューズ用の袋として、ずっと今でも、バンドは解散しちゃったんですけど、使ってます。で、この袋は旅に出るときに、やっぱりシューズをさっとこれに入れて、バックパックに放り込めるので、ここに置いておけば、そのままね、シューズ入れて、夜逃げできるってことで、すごい助かってます。で、これはですね、ルームフレグランスみたいなものですね。で僕は結構好きなクンバというね、ブランドの子で、これもずっと昔からね、使ってます。愛用してますね。結構こんな感じで、玄関に、いい香りが、漂うので、ちょっと部屋の気分変えたい時とか、すごい、重宝しています。はい。もうすごくもう今、もうこれスイートレインというね、香りなんですけど、すごく、雨が降った森のような感じがね、すごく漂っています。で、お香もやっぱりスティックタイプとか昔使ってたんですけど、やっぱり火が怖かったり、あと部屋に匂いがつきすぎたりして、賃貸だと難しかったり、怒られたりすることもあるんで、このスプレータイプっていうのはね、そういう意味でもね、安全でね、すごく使いやすいかなって思ってます。玄関はそんな感じで、続いて、この入り口にですね、この部屋の面白いところは、もうすぐですね、洗面台がここに出ちゃってるって感じですね。それが結構不思議かなって思ってます。で、洗面台がそのバスルームに入らないことによって部屋のスペースを小スペースで設計できるっていうところで、結構そういう最近の建築の工夫なんかがここにもたらされてるなって思います。で、ちょっと出てるのが嫌だなって方もいると思うんですけど、
僕はですね、この、すべてオープンスタイルっていうのが本当にその生活動線がむちゃくちゃ楽に使えるっていうことで、もうお風呂上がってここでですね、顔を整えて、で、そのまま洗濯して干すみたいなことがもうこの流れ、この場所だけでできるので、すごくね、それがミニマリスト的っていうか、なんかそういう感じで助かってますね。はい。で、前回ね、部屋から持ってきたいつもの、こいつです。こいつが結構頑張ってます。で、洗面台はこんな感じで、はい。で、一番上は厄除けのですね、お札なんかここに守ってくれてる感じで置いてます。神社でね、もらってきたものですね。で、あと、この辺に置いてるのは、オイルとか、これ全部、顔とかに使ってたり、日焼け止めとフロスと、あとはなんかもらってきた、化粧水みたいなもんですね。で、昔はオイル一本で全部やってたんですけど、最近は化粧水も使うようにしてて、で、よく現場で会うヘアメイクさんだったりとか、ちょっとなんか化粧水持ってそうな人に、これサンプルなんですけどね、サンプルを、これもサンプルなんですけど、サンプルくれませんかって言ってサンプル小じみたいな感じで、化粧水のサンプルをもらって、生きてます。本体は買わずにですね、このサンプルで食いつないでいくっていうか、なんかそんな感じで、サンプル小じって感じで、なのでちょっと出会った方には、化粧水持ってそうな顔の人には、サンプルくださいって言うかもしれないんですけど、その時は、差し出してあげてください。で、あとは歯ブラシと、歯磨き粉を置いてます。で、この下には、そんなに面白いものは入ってないんですけど、髭剃りとか、ハサミとか、で、ドライヤー、で、替え用の歯ブラシとか、なんか洗剤とかですね、そういうものを置いてます。前回よりもね、鏡が大きくてね、結構いい感じかなって思います。なんか今回は結構ありのままに、片付けたりせずに、なんか自分の、そのままの状態にして、撮っています。その方が皆さんにもわかりやすいかなって思うので、続いてトイレなんですけど、トイレはそんなに変わったことは、これもなくて、こんな感じで、普通にトイレって感じで。で、ポイントとしてはですね、このウォシュレットの電源をもう入れてません。で、便座とかの電源も全部切ってます。なんかちょっとコンセントも抜いていいかなって思ってるんですけど、やっぱり快適なウォシュレットに慣れすぎると、それでしか用を足せないってことになると、やっぱ自然界で困っちゃうんで、そこで、ウォシュレットとかこういうのをなるべくね、使わないって感じで、電気代の節約を地味にね、してます。で、あとは、掃除用具ですね。この辺もなんか、無印とかに売ってるようなブラシと、シンプルな、このシュシュってするタイプのものを使ってます。なんか最近使い捨てのタイプでなんかペーパーでシュシュってやって流せるみたいなのありますけど、なんかあれも結局コスト的にちょっと高いし、これだとね、もうこのスプレーだけ買っておけば、あと全部これでいけるんで、こっちの方がロングライフでエコなのかなって最近思ってます。はい。で、あとは上にですね、この収納があるのが結構ポイントというか、便利なところで、すごくありがたいです。で、中には、そんなにね、大したもの入ってないんですけど、普通にトイレットペーパーのストックと、あとはティッシュのですね、ストック。で、あとこのスポンジとかね、もあったりします。あとはゴミ袋ですね、を置いたりしてます。トイレ以上です。続いてキッチンです。キッチンはですね、そんなにこれも変わってないんですけど、いつもの、この 400FD のカップと、このファイヤーキングのマグだけで基本的にはやってます。今日はまだネスカフェをいただいてないので、この後ちょっと飲みたいなって思ってるんですけど。で、ここに来てね、新たに仕入れたのがですね、この、フライパンですね。デバイヤーのフライパンを育ててます。子育てはしてないんですけど、この子が、自分の、子供みたいな感じで、今すごく育っていますね。すくすく。850g で生まれたんですけど、なかなかね、硬くて重いんですけど、だいぶ油馴染みも良くなって、卵とか、なんかお魚とか、すごく焼けてて、ものすごく美味しくね、このおかげでね、料理がすごくはかどっています。これは最近入れたアイテムで、やっぱすごくいいアイテムです。鉄フライパンっていうのは、やっぱり長く使えるので、テフロンとかって3年ぐらいでダメになっちゃうんですけど、鉄はね、これメンテナンスすればもう一生ぐらい、このままこれでね、壊れなくいけるんで。で、取っ手とかそういうところに木が使われていないっていうのもね、これの特徴で、もう壊れるところがないんですよね。だから、すごくいいかなって。
で、一番ね、ちっちゃいサイズのね、18センチを選んでいて、それもね、時丸た、間違えました。東出正宏流というか、やっぱりコンパクトで、一人分のね、ちょうど焼けるサイズっていうのがすごくね、持ち運びもしやすくていいかなって思ってます。で、あとはこの部屋に来てから冷蔵庫、これもね、新しく入れてます。すごくゴシックな感じで、なんか普通の何の変哲もない、ソロ用の冷蔵庫なんですけど、すごく冷えて、なんかすごく冷凍もね、カチカチになります。やっぱり冷凍室が分かれているっていうことは、霜取りの手間とかがないので、なんかそれがね、すごくね、いいなって思います。前のなんかホテルの冷蔵庫みたいなものは、冷凍室が一緒になってて、霜取りが必要なタイプだったんで、だからそれがね、すごくね、楽ですね。はい。で、またね、この無印の炊飯器ももうできてます。で、やっぱりいいのは、このテーブルのね、この天面に置けるっていうのがすごくいいなって思います。これまでは床に置いてましたからね。やっぱり床に置いてるとなんかちょっと、なんか炊飯器床に行って、こいつ置いてるなって思われるんですけど、なんか、ここに置いてるとちゃんとなんか、生活してるっていうか、人間やってるなって感じがしてます。で、ちょうどね、コンセントもね、2つあってね、ちょっと煩雑な感じにはなっているんですけど、でもなんかこうちょうどね、2つの家電をね、ここでね、使えるっていうのはすごく楽です。で、収納のね、中ね、一応ね、紹介しておきたいと思うんですけど、特にこの辺も何もなくて、サプリと、上はこの部屋に備え付けのなんか説明書とかそういうこう、物件のものをね、置いちゃってます。だから僕のものではないんですけど、一応捨てちゃいけないんで、取ってますね。で、あとは、いつもの私の最低限の、このスプーンとスポークと、で、これがナイフ、包丁ですね。これだけで全てやってて、で、あとはお箸ですね。お箸が一膳。と、あと、プロテインのね、このシェイカーみたいなものも、置いてます。で、ラップとかもありますね。それから、下の方は主に、食料になってて、ここはね、結構いろいろごちゃごちゃともう入れちゃってますね。はい。オートミールと、あと玄米のストック、そしてプロテイン、そんなもの。で、ネスカフェゴールドブレンドはセンター。AKB でいうところの前田敦子さんみたいな感じで、やっぱりセンターに一番輝くものがやっぱいるっていう感じです。で、あとはちょっと調味料もね、前回から、キッチンで今料理してるので増えてますね。このブラックペッパーとかも結構最高で、すごくいいです。で、あとはちょっと非常用も兼ねて、なんか缶詰だったりとか、山に持っていくような、このライスですね。アルファ米みたいなものとか。で、あとキッチンペッパーとか、なんかそういうものを雑多に置いてます。なんで基本的には食料と消耗品の貯蔵庫みたいな、なんかそんな感じで、ゆるく使ってます。これだけ収納のスペースが広いと、やっぱり中に全部入るので、外側ね、ミニマルに保ってて、中は結構充実できるみたいな、なんかそんな感じで嬉しいです。キッチンは以上です。続いてお風呂です。お風呂もですね、ちょっとコンパクトめではあるんですけど、必要十分というか、湯船もちゃんと浸かれて、で、乾燥もね、ここでできるので、洗濯物なんかも、干せるかなって思ってます。で、ちょっとね、シャワーヘッドが僕にとっては、ちょっと大きめかなって思うんですけど、なんか変えたいなって思ったりもしてるんですけど、でもなんか変えるのめんどくさいなって思ってたりとか、でも変えた後もその元のやつをね、なんか取っておかなきゃいけなかったりなとか考えちゃってて、なんか今のとこまだ行動に移せてません。で、あとはコスメ系は、ちょっとしたね、日焼け止めを結構塗るので、クレンジングオイルとかですね。で、あとこれも、サンプルですね。サンプルでね、もらったちょっとフォームとかで、なのでやっぱどんだけ僕が、サンプル小じきでいろんな人にサンプルをたかってるかっていうのが、ここでもわかるかなって思います。やっぱ家にお風呂があるとね、いつでも好きな時に入れて最高ですね。続いて、リビングを紹介したいと思います。はい。いつもの感じというか、ほとんど前回の部屋と、変わってないですね。構成的にはもう全く一緒で、机と椅子と、そして寝床。そんな感じです。であとはヨガマットありますね。
これがあることによって、ここでヨガの練習ができるっていうのが、やっぱり自分にとっては大事かなと思ってます。ベッドにするとね、どうしても空間がなかなか広く使えなくなるので、狭い部屋ではマットレスを使うことによって、広くね、使えるかなと思ってます。はい、まずテーブルですね。テーブルと椅子です。基本的にはこういう感じのものを入れてます。トラックファニチャーのですね、テーブルですね。で、スットワークテーブルだったかな。なんかそういう名前だったと思うんですけど、奈良材を使ってて、すごく質感良くて、非常に気持ちいいテーブルです。で、やっぱこういう風に、ちょっとね、鉄とね、木でできてる感じで、すごくなんか自然の感じを感じられて、このなんか東京のコンクリートジャングルの中で、ちょっと自然を感じられるようなものになってるかなって思います。で、あとはこのチェアなんですけど、このチェアもですね、基本的に同じトラックのチェアですね。で、レザーなんですけど、これはちょっとクラシックなタイプで、なんかクッションはある程度あって座り心地すごくいいんですけど、よくなんかワークチェアで使われてるようなハンマーミラーとか、なんかあんな感じの快適さはないです。で、あえてね、なんかそういう感じにしたくて、で、トラックの椅子をですね、使うのはもう2度目くらいなんですけど、1脚目はもう一番最初に東京来た時に買って、もう13年ぐらい使ってて、ちょっと別のタイプだったんですけど、なんでもう10年、メンテナンスすればですね、もうずっと使えるんで、なんかこれをね、使っていきたいなって思ってます。でやっぱり毎日、自分が座るもので、使う時間が机と椅子って結構仕事を含めて長かったりするんで、そういうところもあって、自分が好きなものを使った方が、なんか満足度は上がるのかなって思ってて、このおかげで毎日快適にここで作業できたりしています。で、ちょっとささやかなものなんですけど、こういうですね、これ最近お気に入りのね、なんかフックですね。で、これは無印良品のものなんですけど、結構こんな感じで、こう丸になるんですよね。で、結構、とき丸っていうか、なんかそういう感じのアイテムだなと思ってて、丸になるので、で、持ち運びも楽で、で、旅先でですね、ちょっとフックが欲しい時とかに使ったりとか、キャップとか、なんかその下着とかを軽く干したりとか、なんかそういうので使ってます。で、これは天井に備え付けのね、よくあるような、洗濯物干しなんですけど、これ、ちゃんと取り外しも一応できるようになってて、こんな感じで。で、洗濯物とかね、ちょっと、大体、バスルームに干すんですけど、ここで干すこともできるかなって感じで。あとこれにバナナ吊るしたりとか、なんかそういうこともこれから楽しみかなって思ってます。それからカーテンは、これロールスクリーンタイプで、一応こう布じゃなくてですね、なんかスクリーンになっててすごくね、スッキリするようなものになってます。メーカー的にはチューイッシュという、イギリス発のブランドで、なんか遮光もあってね、このシースルーもあるみたいな感じでダブルで使えるようになってて、外から完全に遮光することもできて、夜はね、真っ暗にできるっていう、そういうタイプのものになってて、カーテンで結構埃とか気になる方いるかなって思うんですけど、これはね、すごくミニマルで見た目もスタイリッシュになるので、いいかなって思います。ライトはガラス製のペンダントライトを使っています。栗原志保さんというガラス作家の方で、僕と結構世代が近くてですね、やっぱり日本のガラスの制作をしている方のなんかクリエイティブな作品を部屋に置くことが、なんか自分の感性もね、高めてくれるような感じがしてて、なんかすごいね、涼しい感じで吹きガラスの、デザインでですね、やっぱりその創作のランダム性みたいなのが出ていて、もうこの吹きガラスの一個一個のスタイルっていうのはもうその時々のライブ感というか、もうその瞬間を固めたものなので、基本的に同じ模様というのはもう世界に一つしかないということで、なんかそういう一点物の感じもすごく気に入ってます。で、このガラスの模様がね、微妙にね、上にこうぼんやり映ったりとか、あと床の方にもぼんやりこう映るのもすごくね、気に入ってます。で、反対側はこんな感じになってて、いつも通りの、バックパック、コンターの35リットルですね、を使っているのと、で、紙の本もね、数冊あって、で、それはこの辺に隅っこに置いて、ちょっと夜読んだりしています。で、あとはですね、マットレスを使ってて、
マニフレックスっていうね、マットレスで、これも前に紹介してますけど、シングルタイプのものです。で、最近はちょっと暑くなってきたんで、なんかパジャマちょっと新しくしようかなと思って、これ京都の、作り手さんが作ってる、パジャマなんですけど、なんかすごくね、ガーゼの気持ちよくて、で、ちょっと宗教的なセットアップで、きなり色で、ちょっと宗教感出していこうかなと思って、で、これをね、ルームウェアと、寝るときに使っています。すごく気持ちいいです。ものすごく、やっぱこれ変えるだけですごく睡眠の質上がるというか、なんか吸水性というか吸湿性のあるね、素材の、天然素材の心地いいパジャマを着て寝るっていうのは、すごくね、それだけで、なんか人生の幸福度を高めてくれるなって思ってます。で、あとはもう最近暑いんで、シュラフは使ってなくて、ケットですね。これも綿の素材なんですけど、タオルケットみたいなもの。これ確か無印でしたね。すごく、これも素材感良くて、気持ちいい感じのものを使ってます。で、あとは、枕が一つあるっていう感じで、そういうスリーピングアイテムになっています。で、最後にちょっとクローゼット見ていきたいなって思います。クローゼットはこんな感じになってて、今ね、ちょっと洗濯ちょっとしようと思ってて、もう上着一応もうこれだけですね。冬用のアークのジャケットと、あとはこれ冬用の、これ春先までちょっと使ってたルームウェアというかパジャマみたいなものです。で、ハンガー余っちゃってますけど、で、これはシュラフですね。キルトです。キャンプ、外でも山でも使うやつなんですけど、冬場はこれで寝ています。で、もうちょっと暑くなってきたんで、ここにね、吊るして収納しています。で、上の方はちょっと電池だったりとか書類とか、で、なんかガムテープとか、ポケットティッシュとかですね。あとはエアコンのリモコンなんかもここにあったりとか、適当にしてます。で、下の方は一応こんな感じで、防災系のアイテムをね、ここにね、収納したいかなと思って入れてます。で、これがまず、ボトルですね。ウォーターボトルで13リットル入るようなウォーターボトルを一つ持ってます。で、それから DJ の機材ですね。毎年ね、年始に時丸田中 DJ パーティーやってますので、それで使ってるやつですね。たまにこれで遊んだりもしてます。で、これは大和道のミニマリストパッドという基本的にスリーピングパッドなんですけど、山で使ったりとか、部屋の中でも冬場使ったりしています。結構いろんな使い方してますね。で、あとは下の方に残りの衣類をね、ザザッと置いてて、メリノのフーディーと、パンツですね、ショーツですね。夏場、これ大体いつも履いてます。で、あとはメリノのスウェットですね。夏以外に着ているメリノのスウェットとか置いてます。あとはソックスとタオルっていう、そんな感じになってます。で、この手前にあるのは、ソーヤの浄水器だったりとか、これはエマージェンシーシートですね。これも大体山に持っていくときに、この辺のものを、その35リットルのバックパックに、入れて持っていくって感じなんですけど、普段は街中移動するときは使わないので、ここに置いています。で、これが掃除用具。掃除用具はもうこれだけで、ほうきとか掃除機とかは相変わらず使ってなくて、ドライシートでちゃちゃっとやって、ウェットシートでちゃちゃっとやってって感じで終わらせてます。で、あとはお水と、カセットコンロですね。カセットコンロとそれ用のガスを一応非常エマージェンシー用として持ってます。で、水はちょっと今16リットルぐらいしかないので、もうちょっとですね、増やしてもいいかなって思ってます。やっぱり一番命に関わる部分って、水を確保できるかってことなので、これは自分自身の山での経験でも重々承知していることなので、なんかそこは大事かなって思います。このね、ウォーターボトルもね、結構持ってない人いるかと思うんですけど、災害の時はやっぱりあった方が、排水車が来た時にそこにね、もらいに行く容器がないってことで、みんな震災の時困ってるんで、その辺はしっかりね、備えていきたいですね。クローゼット以上です。はい、全体としてはそんな感じです。はい、そんな感じで紹介してきたんですけど、東出正宏さんの喋り方だいぶ疲れましたね。東出正宏さんというか、東出正宏さんのモノマネをする方のモノマネみたいな感じになってるので、クオリティはちょっと、そこまで至らないとは思うんですけど、なんかもうこれちょっと慣れてしまって、キャラ変わっちゃいそうで怖いところはあります。そんな感じでやってきたわけですけど、基本的には前の部屋からコンセプトは変わっていなくて、作業する場所、仕事をする場所であり、寝床であり、そしてヨガスタジオであり、撮影スタジオであり、
り、ポッドキャストのブースであるみたいな、なんかそういう感じで、クリエイティブのために、ソロプレーナーとしてね、活動していく中で、制作スタジオとして、部屋を使うっていう、そういう風な使い方をしています。はい。で、最後にちょっとコスト的なところに触れておくと、東京都心でですね、家賃は10万円台前半ぐらいの感じですね。で、ちょっと自分にとっては高めではあるんですけど、であとこの部屋がね、20平米で、10万円超えるってだいぶ高いんですけど、でも最近その賃料がだいぶ上がってるっていうの、物件価格が上がってるっていうのがあるのと、あと僕の場合はちょっと個人的に最近会社を設立しまして、で、会社のですね、その物理的なオフィスを別の場所に借りる代わりに、この部屋をですね、自分の仕事場だったり、執筆する場所にしてるので、その分の他にね、事務所を借りるっていうところを考えると、そこを含めたコストとして、衣食住と制作と、そういうスタジオと全部やれるって感じで、そこは総合的に丸め込んだコストとしてはだいぶ合理的というかリーズナブルな感じにはなっているなと思います。で、やっぱり部屋を選ぶときに大事なのは、その賃料とか広さとか、そういうところもあるとは思うんですけど、基本的には自分が快適に暮らせるっていうのが一番だと思います。で、その快適さというのは本当に人それぞれ違っていて、こんなね、刑務所みたいとかよく言う人もいますけど、なんかそういう修道院みたいな何もない部屋でもですね、僕の場合は快適に暮らせているって感じで、それは人それぞれによって違うので、結局は自分のその仕事とか生活とかそういうものをうまく前に進めてくれるような部屋作り、そして部屋選びをすることが大事なんじゃないかなと。東京に来てね、もう10回以上ね、12回ぐらいかな、今回ね、12回目ぐらいだと思うんですけど、引っ越ししまくってるんですけど、その中でね、いろんな部屋とか場所に住むことによって自分自身が見出してきた、考えてきたことは、そういうことです。はい、そんな感じで、もし、この動画が良いと思ったら、チャンネル登録と高評価してもらえると励みになります。嬉しいです。週に1回、ニュースレターも書いてますので、そちらも概要欄より登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。